フランス革命の背景と勃発。旧体制アンシャンレジームの問題点。フランス革命の前、フランスはアンシャンレジームと呼ばれる旧体制の下で統治されていました。この旧体制は社会の不平等を助長し、多くの人々に不満を抱かせていました。フランス第一身分、聖職者第二身分、貴族第三身分、平民の3つに分類されていました。第一身分は特権を持ち、教会の土地や税収を享受していました。第二身分も特権を持ち、広大な領地を所有し、その時代で裕福な暮らしをしていました。一方、第三身分は重い税負担を負い、政治的な発言権もほとんどありませんでした。この不公平な社会構造が革命の大きな課題となりました。例えば、フランスの貴族は広大な領地を持ち、その時代で裕福な暮らしをしていました。彼らは税金を支払う義務がなく、特権的な地位を享受していました。これに対して第三身分は重い税負担を負い、生活が苦しい状況にありました。このような不平等がフランス革命の原因の一つとなりました。またフランスの経済状況も革命を引き起こす要因の一つでした。アメリカ独立戦争への参加や贅沢な宮廷生活による財政の逼迫が税収の増加を必要とし、第三身分への負担がさらに増加しました。これに加えて連続する不作や飢饉が国民の生活を一層困難にし、社会全体の不満を増大させました。フランス革命の勃発を理解するには、当時のフランス社会がどれだけ分裂していたかを見る必要があります。第一身分である聖職者は教会の富を握り、第二身分である貴族は広大な土地を所有し、その収益で生活していました。それに対して第三身分である平民たちは重税に苦しみ、政治的な発言権もほとんどない状態でした。この3つの身分は極端に異なる生活を送っており、社会の不満は日に日に高まっていきました。不満がフランス全土で爆発し、1789年にフランス革命が勃発しました。革命は進行していくことになり、旧体制の打破と社会の再編成を目指す大きな動きとなりました。その影響はフランス国内だけでなく、ヨーロッパ全体に波及しました。革命の初期段階では、国民議会の成立やバスティーユ牢獄の襲撃など象徴的な出来事が次々と起こり、旧体制の崩壊が進みました。そして人権宣言の採択や憲法の制定など、フランス社会は劇的な変革を遂げていきました。この時期、フランスの政治的社会的な変革は多くの困難と対峙しながらも、新たな社会秩序の構築を目指す希望に満ちた時代でもありました。当面の危機と第三身分の不満。フランス革命の直接的なきっかけとなったのは深刻な危機でした。政府の支出が増え続け、税金だけでは追いつかなくなったのです。この経済的な困難はフランス社会全体に影響を及ぼし、特に第三身分の平民たちにとっては耐え難い負担となりました。18世紀のフランスは度重なる戦争によって莫大な借金を抱えていました。特にアメリカ独立戦争への支援はフランス経済に大きな負担を与えました。このような状況下でフランス政府は財政再建を目指しましたが、そのためには税金の増税が必要でした。しかし貴族や聖職者は免税特権を持っており、彼らに税金を課すことは容易ではありませんでした。そのため税負担の大部分は第三身分の平民たちに押し付けられました。ルイ16世は一時的に財政を立て直しましたが、貴族たちは自分たちに多少の負担を課すことを拒否しました。しかし第三身分の代表は政治的な発言権がほとんどなく、不満を募らせました。彼らは税金の増税に対して強い反発を示し、政府に対する不満が高まっていました。第三身分の不満は経済的な混乱だけでなく、政治的な無力感にも起因していました。彼らは国家の運営に関与することができず、貴族や聖職者によって自分たちの運命が決められることに対して強い反発を抱いていました。これが革命の火種となり、社会全体を揺るがす大きな動きへと発展していきました。この三部会での対立がきっかけとなり、第三身分は独自に国民議会を結成しました。これがフランス革命の始まりとなりました。第三身分の不満が爆発し、フランス全土で革命の火が燃え広がりました。バスティーユ襲撃と革命の始まり。1789年7月14日、怒りを爆発させたパリ市民がバスティーユ刑務所を襲撃しました。この事件はフランス革命の象徴的な出来事として知られています。この日、
パリ市民は長年の不満と苦しみが一気に爆発し、武器を求めて刑務所に向かいました。ルイ16世が第三身分を弾圧しようと軍を集中させたことで、パリの人々は王が武力で国民を抑え込もうとしていると恐れました。さらに飢饉や経済的な苦境が重なり、一瞬の怒りが爆発したのです。市民たちは武器を求めてバスティーユ刑務所に押し寄せました。刑務所は王権の象徴とされていたため、市民にとっては革命の第一歩となる目標でした。最終的にバスティーユは陥落し、刑務所の司令官が捕らえられました。この事件はフランス全土に大きな影響を与え、革命の火を燃え広げました。バスティーユ襲撃はフランス革命の幕開けを宣言する重要な出来事でした。この後、フランスは大きく変わっていくことになります。バスティーユ牢獄の襲撃は市民の怒りと絶望が頂点に達した瞬間でした。彼らは王政の象徴を打ち壊し、自分たちの力で新たな社会を築く決意を示しました。この事件をきっかけに全国各地で革命の動きが広がり、旧体制は崩壊の道を歩み始めました。フランス革命の展開、人権宣言と立憲君主制への移行。バスティーユ襲撃の後、フランスの政治は大きく変わりました。国民議会は人権宣言を採択し、立憲君主制への移行を目指しました。この宣言はフランスの政治体制を根本的に変えるものであり、その影響は長く続きました。暫定政府は自由、平等、博愛という理念を大切にし、貴族や王の絶対権力を制限しようとしました。特に人間は生まれながらにして自由であり、権利を持つと宣言されました。この宣言はフランス国内だけでなく世界中に大きな影響を与えました。人権宣言は人々の権利を守るための重要な文書となり、その後の民主主義の発展に大きく寄与しました。人権宣言の内容は現在の民主主義の基本となるものでした。また国王の権力は制限され、フランスは絶対王政から立憲君主制へと移行しました。この変革はフランス社会に新しい秩序をもたらし、国民の権利を守るための基盤となりました。人権宣言の中で特に重要な部分は、全ての人は生まれながらにして自由かつ平等であり、その尊厳と権利を持つという理念です。この理念は後のフランスだけでなく、アメリカの独立宣言や世界中の憲法に影響を与えました。フランス革命は人権宣言を通じて世界中の人々に自由と平等の価値を広めました。国王ルイ16世の処刑と共和制の誕生。フランス革命が進行している中で、国王ルイ16世は反革命の象徴とみなされ、最終的に処刑されました。これによってフランスは正式に共和制へと移行しました。この出来事はフランス革命の重要な転換点となり、国民の間で大きな波紋を呼びました。王政を維持しようとする勢力と革命をさらに推進したい勢力の対立が激化した結果、国王の存在がフランスの将来の障害と考えられるようになりました。また外国と結託し王政復興を目指していると疑われたことも大きな要因でした。このような状況の中で、国王ルイ16世は次第に国民の信頼を失っていきました。1791年、ルイ16世はオーストリアへ逃亡を図りましたが、バレンヌで捕らえられました。この事件は国民の間で王はもう信頼できないとの認識を強化しました。その後、フランスはオーストリアやプロイセンと戦争状態に突入し、国内はさらに混乱しました。1792年には国民公会が王政を廃止し、共和制を宣言しました。そして1793年1月、ルイ16世は国家反逆罪によりギロチンで処刑されました。この処刑はフランス全土に大きな影響を与え、革命の熱気をさらに高めました。ルイ16世の処刑によってフランスは正式に共和制へ移行しました。この出来事はフランス革命の重要な転換点となり、国民の間で大きな波紋を呼びました。この後、フランスは新たな政治体制を築き、国民の権利を守るための基盤を作りました。恐怖政治とロベスピエールの台頭。ルイ16世の処刑後、フランスは恐怖政治と呼ばれる時代に突入しました。この時代はフランス革命の中でも特に激しい混乱と暴力が続きました。王政が廃止されてもフランス国内は反革命勢力が活動しており、国外では王政復興を目指す勢力がフランスに攻め込みました。このような状況の中で、ジャコバン派の指導者ロベスピエールが強権を握り、恐怖政治を実施しました。彼は
革命を守るためには厳しい手段を取る必要があると考え、国内外の敵を徹底的に排除しようとしました。1793年から1794年にかけてフランス国内では約4万人が処刑されました。ギロチンは平等な処刑方法とされましたが、その刃を下に落とされたのは王党派だけでなく、革命の初期に活躍したダントンやデムーランといった人物も革命の敵として処刑されました。この時期、恐怖政治は国民の間で大きな恐怖と不安を引き起こしました。ロベスピエールの恐怖政治は最初は革命を守るための手段でしたが、次第に暴力が増大し終わりを迎えました。彼の政策は一部の支持を受けたものの、最終的には多くのフランス国民にとって耐え難いものとなり、彼自身も処刑されました。この恐怖政治の期間はフランス革命の中でも最も暗い時代として記憶されています。ナポレオンの登場と帝政の確立、ナポレオンの台頭とクーデター、恐怖政治が終わった後、フランスでは不安定な統治が続きました。この時期、軍人ナポレオン・ボナパルトが台頭し、1799年にクーデターを起こして実権を握りました。彼の登場はフランス革命の新たな展開をもたらしました。ロベスピエールの死後、フランスは総裁政府と呼ばれる体制になりましたが、経済は不安定で政治の腐敗も深刻でした。このような状況の中で英雄視されるようになっていたナポレオンが国民の期待を背負って行動しました。彼は革命の成果を守り、国民の安全を確保するために強力なリーダーシップを発揮しました。1799年、ナポレオンはブリュメール18日のクーデターを決行し、実権を握りました。このクーデターにより、ナポレオンは軍事的な権威を確立し、フランスの指導者としての地位を固めました。彼の登場はフランスの政治と社会に大きな影響を与えました。ナポレオンのクーデターはフランス革命の平和を守るためのものでした。彼の登場により、フランスは新たな政治体制を築き、国民の権利を守るための基盤を作りました。ナポレオンの時代はフランスの歴史において重要な転換期となりました。ナポレオン法典と国内改革。ナポレオンはフランスを安定させるためにナポレオン法典を制定し、国内の改革を進めました。彼の改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。革命期の平和を経て、フランスでは法律が統一されておらず、紛争が続いていました。ナポレオンは法の前の平等を確立し、社会の秩序を回復しようとしました。彼は革命の成果を法律として確保し、国民の権利を守るための基盤を築こうとしました。1804年に制定されたナポレオン法典は、法の前の平等、私的所有権の不可侵など明確に規定しました。この法典は革命の成果を法律として確保し、フランス社会を安定させました。またこの法典は後に世界各国の法律にも影響を与え、ヨーロッパ諸国の法律の基盤となる重要な法典となりました。ナポレオン法典は現在のフランスだけでなく、ヨーロッパ諸国の法律の基盤となる重要な法典でした。ナポレオンは戦争だけでなく、社会改革の面でも大きな影響を与えました。彼の改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。皇帝ナポレオンの誕生。ナポレオンは権力を強めていき、1804年にはついに自ら皇帝に即位しました。フランス革命によって倒された王政が新たな形で復活したのです。ナポレオンの下でフランスは安定し、国民の支持を集めていました。彼はカトリック教会と和解し、経済政策を改善し、軍事的にも強力な体制を築きました。また国民投票を実施し、圧倒的な支持を得たことで皇帝即位を決意しました。彼の政策はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。1804年12月2日、ナポレオンの戴冠式が行われました。通常、戴冠式ではローマ教皇が皇帝に冠を授けるのが伝統でしたが、ナポレオンは自らの手で皇帝の冠をかぶりました。これは自分の力で皇帝になったという象徴的な行動であり、ナポレオンの強い意志を示していました。この戴冠式はフランス国内外で大きな注目を集め、ナポレオンの権威をさらに高めました。こうしてナポレオンはフランス皇帝となり、フランス革命の理念を継承しながらも新たな帝政を展望しました。彼の登場は
フランスの歴史において重要な転換期となりました。ナポレオンの改革はフランスの法律と社会の基盤を再構築し、長期的な安定をもたらしました。ナポレオン戦争とヨーロッパ支配、アウステルリッツの戦いと大陸制覇。ナポレオンは数々の戦争でヨーロッパを制し、1805年のアウステルリッツの戦いでは圧倒的な勝利を収めました。この戦いによりフランスはヨーロッパの覇権を確立しました。ナポレオンの軍事的な才能と戦略はヨーロッパの歴史に大きな影響を与えました。ナポレオンはフランスの敵対勢力を打ち破るため各国と戦争を続けました。特にイギリス、オーストリア、ロシア、プロイセンといった国々がフランスの拡大を恐れ対仏同盟を結成していました。ナポレオンはこれらの同盟国と戦い、フランスの影響力を広げることを目指しました。1805年12月2日、ナポレオン軍はオーストリアとロシアの連合軍と対峙しました。兵力では劣勢でしたが、ナポレオンは賢明な戦略と迅速な行動で敵軍を包囲し、決定的な勝利を収めました。この戦いはサンテイ海戦とも呼ばれ、ナポレオンの最高傑作の一つとされています。この勝利により、フランスの支配はヨーロッパ全土へと広がり、ナポレオンの名声は頂点に達しました。ロシア遠征の失敗と転落の始まり。ナポレオンの最大の誤算は1812年のロシア遠征でした。これがフランス帝国の崩壊のきっかけとなりました。この遠征はナポレオンの軍事的な野望の頂点に達したものの、同時に彼の転落の始まりでもありました。ナポレオンはヨーロッパを制覇したものの、唯一イギリスを屈服させることができませんでした。そのためイギリスとの貿易を断ち切るために大陸封鎖令を発令しました。この結果、ナポレオンはロシアを征服しようとしました。彼はロシアを打倒することでイギリスに対する圧力を強め、最終的にイギリスを屈服させることを目指していました。1812年6月、ナポレオンは約60万人の兵士を率いてロシアに攻撃しました。しかしロシア軍は徹底した焦土作戦を行い、食料や補給も得られませんでした。厳しい冬がフランス軍を襲い、敗北を喫しました。結果的にフランス軍はわずか数万人しか帰還できなかった。この大規模な敗北はフランスの軍事力に大きな打撃を与えました。ロシア遠征の失敗によってナポレオンの勢力は大きく衰退しました。これが彼の転落の始まりとなりました。彼の野望が破綻し、フランス帝国の崩壊が始まりました。ワーテルローの戦いとナポレオンの最終期。1815年、ナポレオンは最終的にワーテルローの戦いで敗北し、皇帝の座を追われました。この戦いによりナポレオンの支配は終焉を迎えました。彼の軍事的な野望はここで完全に破綻し、フランス帝国は崩壊しました。ロシア遠征の失敗後、ナポレオンは1814年に退位し、エルバ島へ流されました。列強諸国は再び連合を組み、ナポレオンを討伐しようとしました。彼はエルバ島から脱出し、再びフランスの支配を試みましたが、連合軍によって阻まれました。彼の再びの挑戦はヨーロッパの平和を再び揺るがすこととなりました。1815年6月18日、ナポレオン軍はベルギーのワーテルローでイギリス、プロイセン連合軍と対峙しました。ナポレオンは善戦しましたが、最終的には連合軍に敗北しました。この敗北によりフランス帝国は完全に崩壊しました。その後、ナポレオンは南大西洋のセントヘレナ島へ流され、1821年にその地で生涯を終えました。彼の最後の日々は孤島での軟禁生活として過ごされました。ワーテルローの戦いによってナポレオン時代は完全に終焉しました。しかし彼の影響は今もなお世界に残り続けています。彼の軍事戦略や法制度は今日のヨーロッパに大きな影響を与え続けています。ナポレオンの名前は歴史の中で永遠に語り継がれることとなりました。ナポレオン時代の終焉とその影響。ナポレオンの時代は終わりましたが、彼が残した影響は計り知れないものでした。フランス革命の理念をヨーロッパ全域に広め、現代の法律や軍事戦略にも大きな影響を与えました。彼の時代はヨーロッパの歴史における重要な転換期となりました。ナポレオンの影響はその後の政治体制や社会構造にも深く根付いています。ナポレオンはナポレオン法典を制定し、中央集権的な国家体制を確立しました。また彼の軍事戦略は後の戦争にも大きな影響を与えました。彼の戦略は
その後の軍事思想や戦術に大きな影響を与え、多くの軍事学者によって研究され続けています。ナポレオンの法制度はその後の法律制度の基盤となり、多くの国々で採用されました。例えばナポレオン法典は現在のフランス、ドイツ、イタリアの法律に影響を与えています。また彼の軍事戦略は現代の軍事戦略にも取り入れられています。ナポレオンの戦略はその後の軍事思想や戦術に大きな影響を与え、多くの軍事学者によって研究され続けています。ナポレオンの影響は軍事だけでなく文化や社会にも広がっています。彼の時代に開かれた多くの美術館や図書館は現在もフランスの文化的遺産として存在しています。さらに彼の時代に普及した教育制度はフランス国内外で広く採用され、多くの国で教育の基盤となりました。ナポレオンの時代は戦争と改革の時代でしたが、その遺産は今もなお続いています。彼の法典や戦略は現代に生き続け、世界中の法律や軍事に大きな影響を与えています。ナポレオンの名前は歴史の中で永遠に語り継がれることでしょう。フランス革命とナポレオンの時代の総括。フランス革命とナポレオンの時代はフランスだけでなく世界の歴史においても重要な転換点でした。フランス革命は旧体制を打破し、新たな社会秩序を築こうとする動きでした。それにより自由、平等、博愛という理念が広まり、多くの国々で民主主義の基盤が築かれました。ナポレオンの時代は軍事的な成功と法制度の改革が進んだ時代でした。彼の戦略と法典は現代の軍事思想や法律制度に多大な影響を与えました。またナポレオンの時代に進められた改革はフランス社会の安定と発展に寄与しました。しかしナポレオンの軍事的な野望は最終的に彼自身を崩壊へと導きました。ロシア遠征の失敗とワーテルローの敗北によりフランス帝国は崩壊し、ナポレオンの時代は終焉を迎えました。しかしその影響は今もなお世界に残り続けています。フランス革命とナポレオンの時代は戦争と改革の時代でしたが、その遺産は今もなお続いています。彼らの法典や戦略は現代に生き続け、世界中の法律や軍事に大きな影響を与えています。ナポレオンの名前は歴史の中で永遠に語り継がれることでしょう。